今日は先週のサックスに引き続きと言いますか、ちなんでと言いますか、音楽に関する創作です。用意するものは40から45センチの水引き3本、ワイヤー、あとハサミ、目打ち、ラジオペンチの3種の神器です。こんにちは。今日は等音記号を作ります。それにあたってちょっと気になったのですが、なぜこれが等音記号なのかです。なんとドレミファソラシドはイタリア語だそうですね。日本語読みをするとハニホヘと色で、5番目のソイコールとなので、5線のこの場所がとの音ですよということを示すための記号なんだそうです。となると、等音記号は英語では何と言うんだろうとまた気になります。英語用にすると C、D、E、F、G、A、B なので、5番目の G クレフとか高音を表すトレブルクレフとか言うそうです。この G を図案化したものがなんとも楽しい等音記号なんですね。さて、今日は2通りのやり方をお伝えしようと思いますので、やりやすい方でぜひ作ってみてください。1つ目のやり方です。45センチぐらいの水引き3本並べて、だいたい左から15センチぐらいのところでアワビ結びをします。左側の手がだいたい5センチあるようにしてください。左右ひっくり返して、この長い方の手を中央の四角のところに差し入れます。こちらの短い方の手を今作りましたこの半円のところに差し入れます。輪の大きさを同じにしたら後ろに向けて、長い方と短い方3本ずつを重ねてワイヤー止めします。短い方の水引きをワイヤーから5ミリぐらいのところで切り落とします。はい、よく見かける平埋めができます。そしてこの、長い方の水引きを左下から上に向かって持っていきます。空中でしますのでちょっと難しいですが、そしてこの3本の間隔を少し開けます。
上まで持っていったら、今度は長細いちょっと小さめの輪を作ります。少し輪の間隔を空けてもいいと思います。ひっつけてもいいと思います。そしてワイヤー止めします。この、長い先をこの部分に前から差し入れます。長さが違う場合は切っていただいてもいいです。後ろを通して一つ置いて、この部分に後ろから前に差し入れます。そして先をくるんと曲げて、また小さな細長い輪を作ります。ワイヤー止めです。上よりも下の方が小さい方がいいと思いますので、調節してください。そして先は少し長さをずらした方がいいかなと思います。2つ目のやり方です。今度は左から15センチか20センチぐらいのところでアワビ結びをします。左側の手が10センチあるようにしてください。同じように平埋めを作っていきます。
そして今度はここでワイヤーで留めるのではなくて、この短い方の3本を、今この短い方はこの輪のこの導線を通ってますので、この輪の、お隣下側のここに、後ろから前に出してきます。そしてこれ下側になりますので、くるんと丸を作ってワイヤー止めします。そして、長さを変えて切っておきます。後で切っていただいても大丈夫です。で、今度上側ですが、こちらですね。この長い方の3本はこの輪が導線になっていますので、そのお隣のここに、後ろから通します。そして、上の方で小さい細い長い輪を作ります。少し間隔を空けます。ワイヤー止めします。で、今度は下に3本持っていきますので、1つ目のやり方よりは、この部分はやりやすいかと思います。そして、こういう形で後ろで留めるのですが、ワイヤーが隠れるようにここをワイヤーを通して留めていきます。軽く仮止めの状態にして形を決めてからもう一度しっかり止めていきます。
先を5ミリほどのところで切り落とします。トーン記号できました。